私たちはあなたをいただき、体の一部となります。あなたが見る空は金色のように綺麗で、また港草原を駆け回ります。ここは美しき乙女の楽園でございます。皆様こんにちは。すぐみモデラーの玉です。今回はプラッツ製、ポルシェ 911RSR を製作しましょう。このキットは楽しみすぎて発売日を待ち焦がれ、いよいよ入手できると思ったら延期になるという、なかなかのじらしプレイでございます。前回に続いてポルシェの製作、しかも完全新作のこのキット、溢れる至福の波が押し寄せてまいります。クリアパーツが美しくきらめいてございます。ディティールが素晴らしい極太ホイール。生めいて美しいボディ形状。超変形タイヤがお出迎え。シャシー関連は塗らなくてもバレなさそうな黒。車内関連は白銀のよう。パーツ数は少なく感じます。特徴的なカラーリングですが、スポンサーデカールは想像以上に少なかったです。クラッツの説明書はシンプルで見やすいのが特徴。デカールの指示が複雑すぎて戦闘機のキットみたいです。塗料リストはクレオスとタミヤに対応しており、とてもモデラーに優しい印象でございます。メインカラーの配色は、ピンクとオレンジを9対1で調色するようです。これは面倒ですね。あまりの存在感に人目につくこのキット。どんな仕上がりになるのかしばしお付き合いください。それでは制作スタートでございます。引っかかった。しょっぱなから幸先悪いあたり、ほんと運の悪い人生でございます。ホイールの美しい造形、いろんなカラーリングで楽しんでみたいです。筋彫りするか迷う絶妙に中途半端な深さ。曲線だらけなので、できればやりたくないんですけどね。施工箇所はかなり多く、下地処理に時間を費やすことになりそうです。配給パーツ様のラインスクライバー。先端恐怖症にはたまらない刃先。今回も変態拷問官のお二人に頑張っていただきましょう。素晴らしいお手前でございました。タミヤ様の精密ドリル。1ミリの風穴を開ける快楽。タミヤ様もお好きでいらっしゃいます。カウルの裏打ちにはタミヤ様のフラットブラック。黒い網が次第に広がっていくのを楽しみます。作業台は常にきれいにしておくのがここでのたしなみ。
素晴らしい断絶音でございました。エンド部分しか見えなくなるエキゾーストパイプ。やけに詳細な造形でございます。フロントのエアダクト。ここも見えなくなるのに開発者様のこだわりを感じます。シャシー関連のパーツは細分化されており、塗り分けの必要を感じない仕様でありがたいです。タッチボードからハンドルまで一撃で塗装。両国のように強固なロールケージを再現します。塗装していないシェイクダウン車両のよう。なぜかやけにときめきます。裏打ちではみ出たフラットブラックを拭き取ります。今回のメインカラーはピンクなので、裏側につかないようにマスキング。フォーミュラのキットとは違い、貼る面積が多いので苦労します。タマが年間に使用するマスキングの消費量は半端なく、ど田舎のホームセンターのマスキング売り場を空にするほどです。美しいマスキングは自然とミスを減らすのでございます。黒い素地のこのパーツをピンクに染め上げなければいけません。間違ってもいきなりピンクを塗らないように。強烈な隠蔽力を誇るピンクサフ様。どうぞお出番でございます。このままボディカウルもピンクサフを吹き付けます。まずはダクトやエッジ部分を重点的に。サフの効果でパーティングラインが鮮明に浮かび上がりました。さすがに目立つので面倒ですが削ります。このくらい削って様子を見ましょう。マッ
全く違和感がない程度に追い込めましたね。このキットの鬼門、朝食が必要なメインカラー。おそらく作る人によって微妙に色が変わると思われます。説明書はタミヤ様のアクリル塗料を指示していますが、タマは今回クレオス様を使用します。実写はどんな色なのか調べてみましょう。光の加減で雰囲気が全然違うようですね。なぜかピンクの空き瓶があったので朝食に使いましょう。指示は9対1ですが少しずつ混ぜた方が良さそうです。まだ薄い感じですね。これならどうかな。もう少し生肉感が欲しいですね。あと2滴ほど足してみます。で、ベリングシンナーで希釈します。生めかしい良いピンクが出来上がりました。美少女フィギュアを塗装しているようで興奮します。なんという心地よい美しさ。狙った色は桜のようにとても綺麗でございました。プラッツ様のデカール。少し分厚い感触が安心感を与えてくださります。豚さんの部位を表す特徴的なデカール。これは手間取りそうですね。絶対的な信頼性を誇るデカールフィクサー。軟化剤はタミヤ様のマークフィット。デカールには貼る順番がございます。V の点線の上にさらにデカールを貼るので、必ず V の点線から貼るようにとのこと。適当に位置合わせをすると、点線が次につながらなくなるので要注意。パネルラインをまたぐので押し込みます。そろそろ投げて遊べるくらいに大きく育ったマスキング玉。長く細いデカールを複雑な曲線に貼り付ける難所。3等分にして貼ろうと思いましたが、次の点線と滑らかにつながらなくなる可能性があったので、指示通りそのまま貼り付けました。カウルが乾く前にデカールフィクサーを塗り足します。ちぎれないように慎重に位置合わせ。貼る前のイメージトレーニングは必須。ラインをつなげるのはもちろん、タクトにもかかる最悪なポジション。プラッツ様のデカールの癖をつかんだ頃、無意識に指先が安定して動くようになります。この特徴的なカラーリングの名前はピンクピック。由来は1971年のポルシェ917/20まで遡ります。空気抵抗を減らすためにワイドボディを採用した実験的なマシン。ずんぐりとしたフォルムがゆえに豚と称されてしまいます。
当時メインスポンサーであったマルティーニがマシンの形状を好まず、ボディにスポンサー名を一切書かないように命じたそうです。ならばとポルシェのデザイナーであるアナトール・アピーヌがピンクの配色を採用し、精肉店に掲げられた図のように類を示すラインを描きます。この斬新なカラーリングはとても好評だったそうです。予選でもトップタイムを記録。本戦はトラブルによりリタイアしましたが、歴史に名を残す名車として知られています。そして2018年、ポルシェ 911RSR に再びこのカラーリングが採用されます。変わらぬ美しいボディラインに復刻されたピンクピックはクラス優勝を成し遂げ、現代でもとても人気を博すことになります。別名トリュフハンターとも呼ばれたこのマシン。トリュフを探す豚さんはメスだそうです。このピンクピックはやはり女の子だったのですね。美しいフォルムとカラーリングにふさわしい存在感でございます。プラッツ様の優しさ。複雑なダクト部分に貼るデカールには切り込みが入っていました。ですが軟化剤は必須。慎重に密着させてゆきます。ウィリー・カウ君とお呼びするのでしょうか。どのような人物かご存知の方いらっしゃれば教えてください。ミカエル・クリステンセン、ケビン・エストレ、ローレンス・バントール。ドイツで活躍するポルシェのスペシャリストたち。間髪入れずにデカールを貼り続けます。国によってクラス分けのラベルには違いを感じて楽しいです。最後に貼る肉の部位はコレットであばら肉を意味します。点線やゼッケンの位置を決めてから貼るのが良いと判断しました。この3つの丸にもデカールを貼ります。箱絵では点灯しているように見えますが何なのでしょうか。ミシュランタイヤ。今回のキットでも数少ないスポンサーデカール。ポルシェ356誕生70周年。特別なレトロカラーリングを施すことになり、ロスマンズカラーも復活したそうです。エッソのモービル1。バナナで釘が打てる CM はおさんホイホイにふさわしい昔話。このデカールは水に浸して数秒で剥がれる素晴らしい品質。慣れると数手先まで用意してペースを上げます。とても小さいポルシェエンブレム。うっかり紛失しないように要注意。目の焦点が合わずに苦戦。リアウィングの大きなロゴはどんなマシンでもかっこよいです。コンソールパネルにもデカール。こんなデコボコに貼れるのかな。マークフィットで数分浸してふにゃふにゃにしてみます。ハイテクなハンドルにもデカール。まるでフォーミュラマシンのような形状。我が家の軽4のハンドルにも使わないボタンが多数ございます。ちまちまとそうするよりも最高にかっこよいです。ようやくデカールを貼り終え、大問題のお片付け。各パートごとに一旦きれいにするのがミスを減らす近道。複雑なディティールを再現した美しいクリアパーツ。品質管理も抜群で傷一つございません。そしてウィンドウ用マスキングも付属してございます。複雑なサイドガラスの窓枠も再現できます。
ウィンドウ用マスキングは時間が経つと浮いてくるので要注意。表と裏、どちらも異なった窓枠塗装が必要なサイドウィンドウ。サクッとフラットブラックを塗ってきます。小鳥と共に早朝から模型制作。クリア塗装を進めてみましょう。細かな部品を含め砂吹きを終えました。数時間乾燥させてデカールの侵食を防ぎます。おそらく実写はこのくらいのツヤ。完全に見えなくなる消火器。気分が乗っていたので指示通りに塗装しました。ホイールのナットは塗装指示がなかったのですが、箱絵ではシルバーになっていたので塗ってみます。リムに貼る BBS のデカールはパン工場の流れ作業のようでございます。もう少しハイトがあった方が雰囲気が出そうなタイヤ。ほんの少し円錐状となっており方向指示がございます。半ツヤのクリアで保護しようと思ったのですが面倒なのでやめました。本塗りクリアを3回重ねたのがこちら。表面は塗装の厚みで生まれる段差が目立ちます。2000番の紙やすで中研ぎします。あっという間に削れてゆきます。指先に伝わるガリガリ感がなくなれば OK です。デカールの段差が最小限になり、塗装面も均等に整っていてとても綺麗です。この肌触り、豚さんみたいで最高。触ったことないけど。シャシーを進めてみましょう。デフ周りも完全に見えなくなります。塗装指示はありませんので楽なものです。サスペンションもシルバーに塗るだけの簡単仕様。全人類憧れのセンター出しマフラー。リアディフユーザーで蓋をするだけ。タイヤハウス周辺パーツ。この勢いでどんどん組み上げてみましょう。各パーツともに精度は良好な印象。あとは車高がバッチリ決まれば良いのですが。ホイールからバッチリ見えちゃうブレーキローター。それなりに塗装して墨入れで立体感を出してみました。軸受けキャップに切り込みを入れて脱着を簡単にします。絶妙なキャンバーがつくように設計されています。これは完成がとても楽しみ。コックピット周りの組み立て。取り付けるパーツは多いですが精度がよく困りません。シートベルトはデカールで再現できます。ドア内張りがあるともう少し塗装したくなりますね。
ロールケージの取り付けが気持ちよすぎて何度か繰り返しました。デカールで再現したとは思えない素晴らしい仕上がり。ロールケージの隙間を抜けて取り付けます。ラリーカーのようにスパルタンなコクピット。かっこ良すぎでございます。タイヤを車体に取り付けます。軸受けキャップに切り込みを入れているので、程よい力加減ではまります。恐ろしく高額なブレーキシステムが素敵。すんなり合体できました。ナスカーみたいでかっこよいです。中研ぎ後の最終クリアを吹き付けます。6000番から研ぎ出してみましょう。再び艶がなくなるまで磨きます。生ハムみたいな質感になってきました。8000番からは追い込み作業。研磨している感触はほとんどなく、摩擦力を指先で感じながらの作業。生ハムに艶が出てきました。そして10000番。脂が乗った生ハムになりました。大変美味しそう。美しゅうございます。しばし眺めて疲れを癒したいところですが、セラミックコンパウンドでさらに追い込みます。さすがに内容物の重さを感じないほどにカラッと。ついに使い切りました。約50台近くのキットを磨きまくった歴戦の研磨剤でございます。今までよく頑張ってくださいました。そしてまた蘇り生き続けます。なんだか新品の研磨剤というだけで光沢がアップしたような気がします。いつもより丹念に磨いてしまいますね。強烈な反射率。まばゆい光が豚さんの命を弔っているようです。ポルシェ911といえばこのダクト。フィッティングを確認してからメッシュを貼ります。
接着には変色のないハイグレード模型用セメダイン。粘着力が出るまで少し時間がかかります。さすがポルシェ。とんでもない場所に給油口がございます。説明書に塗装指示がなかったライト周り。フラットブラックに塗ってみました。ヘッドライト部分はメッキパーツで構成されています。この丸ライトに憧れていますが乗れる日が来るのでしょうか。カナードの取り付け精度も問題なし。ヘッドライトレンズも枠を塗装する必要がございます。汚れを知らない美しい目をしています。急に流行り出した吊り下げ式のリアウィング。スワンネックウィングという名称とのこと。ベルヌーイの定理を効果的に発揮させます。ドアノブ取り付け穴が小さかったので拡張。最近急に目の焦点がぼやけてきたんですよね。もうちょっとドアノブを押し込んでおきました。このキット最小のパーツがこちら。危うくランナーごと捨てるところでした。ウィンドウ用マスキングを剥がしていきます。枠はフラットブラックなので傷がつかないよう慎重に。やっぱりレーシングカーには鉢巻き必須ですね。クリアを厚塗りしてますがフィッティングには問題なし。素晴らしい設計でございます。サイドウィンドウ内側はリベット枠が再現されています。裏表を塗装することで素晴らしい立体感。リベットをシルバーで塗ってディティールアップ。このキットの一番好きな箇所でございます。いよいよカウルを搭載します。リアから先にはめ込むとスムーズでございました。素晴らしい塊感。今までのカーモデルとは何か雰囲気が違うように感じます。発売が決まってから待ちに待ったこのキット。なぜかピンクのレーシングカーに心躍ります。
豚さんの命を授かるカラーリングは、透き通るキラキラ光る宝物。手を合わせてあなたの命をいただきます。あなたの命が私たちの体を養い、力を与えてくれます。誕生して、生きて、育って、そしてまた残さずにいただきます。あなたが通る空は金色に輝く遠い場所。私たちはあなたをいただいた感謝を込めて、ごちそうさまの言葉を。ポルシェ911 RSR 完成でございます。美しすぎて恐縮でございます。